国民の6割から7割が反対しています。これを見てください。これはカジノを中心とする施設をあなたの住んでいる地域に作る計画が持ち上がったらどう思いますかというアンケートに 75% が作らない方が良いと思うと、こう答えています。これはカジノと万博が誘致を計画されようとしている大阪府民へのアンケートですが、やはりここでもカジノには反対が5割を超えている。先日横浜市長選挙がありましたが、その投票所の出口調査でも 77% がカジノに反対していました。つまり国民は総じておおむねカジノには反対をしている。これが今の現状ですから、無理やり作る必要はありません。日本はすでにパチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇、オートレース、宝くじ、サッカーくじ、もうたくさんギャンブルがある国です。とりわけ繁華街や駅前にパチンコ、パチスロがあります。24時間365日、インターネットを通じてもいつでも誰でも博打ができる、賭博ができる、すでにギャンブル大国になっているんですね。そこにカジノ IR がオープンされると、もっともっとギャンブルにのめり込む人が増えると思います。ギャンブル依存症になりますと、これは自分の意思では止めることができません。家族や周りからの説得、これにも応じることはできません。なぜなら脳の病気だからです。脳の病気。本人がやめたいと思ってもやめることができない。もう二度と借金はやめようと思っても借金を繰り返し、パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、止まることができない。これがギャンブル依存症です。確かにカジノ IR はそれなりの売り上げを叩き出すでしょう。しかしその元のお金は何か。日本人が負けたギャンブルのお金ですよ。つまりお金が右から左、負けた人から勝った人に移るだけですから、雇用が増える、働く人が増える、あるいは地域への税金をたくさん、渡すことができると言いましても、もともとはギャンブルで負けた人のお金ですから、多くの人々を不幸にしてその上に経済効果ということはありえません。今全国的に地方は疲弊しています。地方の経済はどんどん衰退しています。例えば大阪府の南にある和歌山県、この和歌山市というところがカジノ IR を誘致したいと手を挙げていますね。でその理由は、少しでも観光客を呼びたい、経済を良くしたいという思いからだと聞いています。そういう点で多くの自治体がカジノ IR に経済を良くしてほしいという期待をしているというところは分かります。しかしですね、このカジノ IR というものができたら地域は良くなるのかといえばそうではありません。例えばユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大阪にあります。この USJ が大阪にできるときに、地域の商店街、皆さん期待しました。みんな商店街で買い物をしてくるだろう、ショッピングモールで買ってくれるだろう。ところが USJ に来た皆さんは USJ の中だけで消費するんです。地域の商店街にはお金を落としません。結局カジノ IR ができればそこだけで消費することになり、地域経済に対する波及効果というのはそれほど期待できないのではないかというふうに思います。それからもう一つ、どうしてもこれは伝えたいことですが、これですね。これは韓国の資料です。で、韓国には17カ所カジノがありますね。で、そのカジノの経済効果に対して、カジノをやっていることに対する社会的コスト、経済的コスト、例えばどういうものがあるか。カジノで負けると借金をする、あるいは失業する、仕事を失う、
あるいは犯罪を犯した時の犯罪費用、あるいは裁判にかけないといけませんから法務費用で、カジノ依存症、ギャンブル依存症になると医療費、さらにはリハビリ費用、こういうものの費用がカジノの経済効果の5倍なんですよ。つまりカジノで潤ってもその5倍6倍7倍の社会的コストがかかると。これは日本でも同様のことだと思います。つまりカジノ IR というものはカジノ業者やそれに群がる政治家の皆さんにとってはメリットがあるかもしれません。しかし私たち国民にとっては、地域にとっては百害あって一利なし、少しもメリットがなくデメリットばかりだというのが私の考えです。